皆さん、つっくんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回は、与えられたシステムに対して数式モデルを設定する際に必要な物質収支についてお話ししましたが、これに加えてもう一つ重要なものがあります。それはエネルギー収支です。そこで今回はエネルギー収支についてお話しします。エネルギーとは何でしょうか。これは物質やシステムが持つ仕事をすることができる能力のことです。ここで仕事は物理学では物体に力を加え、それを加えた力の方向へ一定の距離だけ移動させる作業を意味します。今、物体に加えられた力を F ニュートン、移動距離を S メーターとすれば、仕事の大きさ W は F×S として計算します。仕事の大きさにはジュールを用います。エネルギーには様々な形態があります。力学的エネルギー、電気磁気エネルギー、熱エネルギー、化学エネルギー、光エネルギー、原子核エネルギーなどです。さらに各エネルギーはいくつかのエネルギーからなります。例えば、力学的エネルギーには運動エネルギーと位置エネルギーが含まれます。これらの各種エネルギーは物やシステムの変化において相互に変換されます。この時、変化の前後にはエネルギー保存則が成り立ちます。すなわち、あるエネルギーが減少した場合、その減少分は別のエネルギーへ変換されています。エネルギーの変換の例を熱力学第一法則で説明します。熱力学ではエネルギーを3つの形態に分けてモデル化します。今、閉鎖システムがあるとします。このシステムへ外界から熱量 Q を加えたとき、熱エネルギーは運動エネルギーに変わり、システムは外界へ向かって仕事 W をします。同時にシステム内では内部エネルギーがデルタ E だけ増加します。この時のエネルギー収支はデルタ E イコール Q-W という簡単な式で表されます。この式は熱力学第一法則と呼ばれており、エネルギーが形態を変えて保存されることを表しています。エネルギーの大きさはいろいろな単位を使って表されます。このことはエネルギーがさまざまな形態を取ることを示唆しています。代表的な単位には次のものがあります。まず仕事ではジュールという単位を使います。1ジュールは1ニュートンの力で物体を加えられた力の向きへ1メートルだけ移動させるときの仕事です。1ジュールイコール1ニュートンメーターとなります。次に仕事率での単位です。仕事率とは単位時間あたりの仕事で、その単位はキロワットです。よって仕事率に時間をかければ仕事になるので、この時の単位はキロワット H となります。1キロワット H は1時間あたりの1キロワットの仕事率に対する仕事です。1キロワット H は360万ジュールです。1ワットセカンドイコール1ジュールと書いた方が分かりやすいかもしれませんね。皆さんに馴染み深いのは熱量の単位カロリーだと思います。1カロリーは1グラムの水の温度を1度だけ上げるのに必要な熱量と定義されています。1カロリーは 4.184 ジュールです。ただしこの単位は現在はできるだけ使用しないこと。使用する場合にはジュールで値を併記するようになっています。エネルギー収支ではエネルギーの何を対象にするかで呼び方が変わります。
運動エネルギーや位置エネルギーなどの力学的エネルギーを総称して機械的エネルギーと言いますが、これに対するエネルギー収支を機械的エネルギー収支と呼びます。また、熱エネルギーに対する収支を熱収支と言います。さらに、エネルギーではありませんが、運動量の変化に収支を取ることができます。これを運動量収支と言います。運動量は運動している物体を体などで受け止めるときに受ける衝撃の大きさを表すために定義されたものです。この衝撃は物体の速度が大きいほど、また質量が大きいほど大きくなります。今、質量を m、速度を v で表すとき、運動量 p は m×v の形で求められます。エネルギーの単位は kg/m2 パーセック2乗ですが、運動量の単位は kg/m パーセックですので、運動量は明らかにエネルギーと異なります。運動量収支は運動量が保存される法則、すなわち運動量保存則に基づいており、水が流れるシステムにおいてよく用いられます。物質収支と同様、エネルギー収支もまた基本的には与えられたシステムにおいてエネルギーに対してシステムへの流入、システム内での化学反応による消失、システムからの流出に加えてシステム内での蓄積が関わります。この時の関係式は単位時間あたりのエネルギーの変化に対して2式のようになります。各項はエネルギーの変化速度を表します。この時重要なのはエネルギーの種類が異なる場合でも各項の単位を同じにすることです。またエネルギー収支の場合、蓄積項を考慮せずシステムが定常状態にあるとすることが多いようです。この図ではポンプを使った水の汲み上げを例として機械的エネルギー収支を取る方法を説明します。まず収支式を設定するにあたり定常状態を仮定します。次に水が移動しているシステム内の2箇所において各エネルギーの和を求め、これらを等しく置きます。そして得られた収支式を使って組み上げに必要なエネルギーを計算したりします。式中の各項の意味については後の動画で説明しますので、ここでは機械的エネルギー収支の取り方だけを理解してください。次の例は化学反応器における熱収支です。一定温度の反応液が一定の流量で反応器内へ供給され、一方で反応器から同じ流量で引き抜かれています。反応器内では化学反応により熱が発生しています。この発熱反応による液温の上昇を防ぐため、反応器の周囲には流体を循環させて熱を除去しています。反応速度は温度の影響を受けるので、反応器設計の際に館内温度についての情報が必要です。このため物質収支とともに熱収支を取ることが不可欠なのです。再びシステムが定常状態にあると仮定し、反応器内の微小区間に対して4式のような熱収支式を設定します。これを整理して5式を得ます。これは館内の液流れ方向に対する温度分布を求めるための微分方程式です。最後に運動量収支の例を示します。前述のように運動量はエネルギーではありません。しかし運動量にも保存則が成り立つため、運動量収支を立てて数式モデルを作成することができます。今、液ダメからあふれる水が斜面に水の膜を形成しながら流れ落ちています。
膜内に微小区間を設定し、この区間へ流出する運動量の収支を取ります。この場合、左辺の第2項と第3項は同じ値を取るため、打ち消し合うことにより0となります。式を整理することにより6式を得ます。この微分方程式を解くと、水の膜圧を計算することができます。私は学生時代にこの問題に出会ったとき、とても感動したことを覚えています。詳細は後の動画で説明します。以上、今回は数式モデリングの基礎、エネルギー収支についてお話ししました。その内容をまとめます。1、温度変化、動力計算などエネルギーに関する数式モデルの作成はエネルギー収支が基本となる。2、エネルギー収支は次のような4つの速度項の組み合わせからなる。蓄積速度、流入速度、流出速度、消失速度です。3、エネルギー収支には熱収支、機械的エネルギー収支などエネルギー形態に応じた収支がある。4、エネルギー収支を取る場合、エネルギーの単位を同じにして式を設定する必要がある。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。